みんな、こんにちはなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日は北欧の素敵な国、デンマークについて見ていくのだ。実はね、みんな聞いてほしいのだ。デンマークって人間の数より豚さんの数が圧倒的に多い国なんだって。なんと人口の2倍以上もいるらしいのだ。ブヒー、なんだか可愛いのだ。今日はそんなデンマークにまつわるニュースを3つ紹介していくのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。戦争の脅威、欧州で徴兵制がある国はっていう記事なのだ。最近ロシアの脅威が高まっている中でヨーロッパでは徴兵制がまた注目されているんだって。特にデンマークとノルウェーでは女性も兵役が義務化されているらしいのだ。これは見逃せないのだ。この動画が良いなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますなのだ。それじゃあ早速一緒にデンマークの今を見ていくのだ。北欧に位置するスカンジナビアの国デンマークをご紹介するよ。首都は美しい港町コペンハーゲンなのだ。バイキングの歴史を持つこの国は現在立憲君主制のもと議会制民主主義を採用しているのだ。人口はおよそ590万人と比較的コンパクトな国だよ。主要産業としては高品質な酪農製品や世界をリードする風力発電などの再生可能エネルギーが有名。レゴブロックの発祥地としても知られ、独特のデザイン文化も花開いているのだ。社会福祉が非常に充実しており、国民の幸福度が高いことでも世界的に知られているの。最近では持続可能な社会への取り組みやデジタル化の推進、そしてグリーンエネルギーへの投資が特に注目されているのだ。豊かな自然と先進的な社会が調和する魅力あふれる国、それがデンマークなのだ。一つ目のニュースなのだ。デンマーク社会民主党メディアの変更検証を要求という記事なのだ。デンマークの与党社会民主党がメディアの政治的変更を調査する研究を提案しているのだ。これはメディア組織におけるジャーナリストの政治的傾向を明らかにするのが目的なのだ。社会民主党のモーゲンスエン選手は国民が接するメディアの種類を深く知るためだと説明しているのだ。この提案は極右政党から国営放送 DR に左派変更があるという批判があったことを受けてなのだ。文化大臣も DR の政治的変更調査を排除しないと述べているけど、自身は DR の報道に政治的意図はないと考えているのだ。イエン選手は民間メディアでの政治報道のあり方について新しい知識が必要だと強調しているのだ。この研究のために今後の政治協定で資金を確保したいと考えているのだ。二つ目のニュースなのだ。戦争の脅威、欧州で徴兵制がある国はという記事なのだ。ロシアの脅威が高まる中、ヨーロッパでは軍事徴兵制度が再び注目されているのだ。デンマークやノルウェー、フィンランド、エストニア、ギリシャ、キプロス、中立国のオーストリアとスイスでは今も徴兵制が続いているのだ。特にデンマークとノルウェーでは女性も兵役が義務化されているのだ。一方、リトアニアやスウェーデン、ラトビア、クロアチアのように一度廃止した徴兵制を再導入した国もあるのだ。スウェーデンは男女ともに義務付けられているのだ。そしてフランスやドイツ、ベルギー、ルーマニアなど以前に徴兵制を廃止した多くの国々では現在任意での兵役導入を進めたり検討したりしているのだ。ポーランドも任意の基礎訓練があるのだ。イギリスは徴兵制の再導入計画を中止したけど、ヨーロッパ全体で安全保障への意識が高まっているのがわかるのだ。3つ目のニュースなのだ。デンマーク首相フレデリクセン氏、草の根批判受け閣僚が擁護という記事なのだ。デンマークのフレデリクセン首相が草の根の社会民主党員から批判を受けているのだ。一部の地方議員は次の総選挙に向けて党を立て直すために首相が辞任すべきだと考えているのだ。地方議員への調査では729人中233人が回答し、
41人が首相交代を望んだ一方、130人は首相が適任だと答えたのだ。しかし、閣僚たちは首相を強く擁護しているのだ。移民担当大臣は、首相を責任者とするのは早すぎると述べ、別の閣僚は、首相が新型コロナウイルス感染症やウクライナ戦争といった大きな出来事に対処してきた実績を挙げたのだ。また、10年間リーダーを務めてきた中で、今回初めて党内から反発があったのは、驚くべき偉業だと強調したのだ。首相自身も、最近の地方選挙での敗北は認めたものの、辞任する意向はないとはっきり述べたのだ。党の成績が良い時も悪い時も、最終的な責任は自分にあると語っているのだ。閣僚たちの支援を受け、フレデリクセン首相はこれからも政権を率いていく姿勢なのだ。豊かな自然と先進的な社会が共存し、幸福度が高いデンマークなのだ。今回、メディアの変更検証、女性も対象の徴兵制、首相への批判など、多角的なニュースを通して、この国の奥深さを知ることができたのだ。これからもデンマークから目が離せないのだ。興味を持ってもらえたら嬉しいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。